皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、パンチルトの2軸の回転が可能な電動雲台のパート2回路編です。パート1メカ編は、概要欄にリンクがあります。パート1では、フュージョン 360T でフレームを設計し、3D プリンタで出力して、ステッピングモーターやメカ部品を組み付けました。今回はそのステッピングモーターを駆動する駆動回路を作成します。パート1で、すでにテストのためブレッドボードでジョイスティックコントローラーを作っていますが、今回、それをユニバーサルボードで組み直しています。3D プリンタでケースを作成して、それに組み込みました。また、それとは別にタイムラプスコントローラーも作成しました。ディップスイッチで回転角と時間を設定すると、自動的にゆっくり回転するものです。では、回路編を始めましょう。まずは、ジョイスティックコントローラーです。ジョイスティックでパンチルトを同時に動かせます。ジョイスティックの角度で1倍速から16倍速まで段階的に変えられます。また、スティックを押し込むか本体のスイッチオンでさらに10倍の速さに切り替えられます。回路図です。制御には RV のレオナルドと互換性のあるスパークファンプロマイクロの互換品を用いました。RV のナノの互換品より安く入手できます。ステッピングモーターのドライバーにはポロルの A4988 モジュールの互換品を用いました。A4988 のモーター側電源は 8V から 35V なので、よく見かける安いステッピングモーターの 12V 版を秋月電子で見つけて購入しました。クロックは555タイマー IC の視聴発信回路で生成し、回転速度の微速と高速は NMOSFET BS170 で切り替えます。スパークファンプロマイクロです。RV のナノより小さくて安く RV のレオナルドと互換性があります。図の水色のピン名でレオナルドとみなして使います。作成した回路は RV のならレオナルドでなくともUNOやナノなどなんでも OK です。ただし、プロマイクロの場合2箇所違いがあります。まず、リセットスイッチが基板上にはなく、リセットはプルアップされているので、外付けする必要があります。また、電源回路が 5V か 3.3V かに切り替えられるようになっているので、ハンダブリッジでショートして 5V にしておきます。文字が小さくて見づらいですが、各ピンの接続は、スケッチのコメントを見ていけばわかると思います。ジョイスティックは Amazon でよく見かけるものを使いました。エレゴーなどの RV のスターターキットにも大抵入っています。ジョイスティックは、要するに2方向に置かれたボリュームです。ボリュームの両端が VCC とグランドにつないであって、角度によって、その間の電圧を出力します。その電圧を RV のアナログ入力で受けて、0V から 5V の電圧を0から1023の数値に変換します。手を離した時は、真ん中の512程度の値になります。ステッピングモーターの駆動には、ポロルの A4988 モジュールの互換品を用いました。RV の CNC シールドなどにも使われていて、よく出回っているものです。A4988 モジュールは、クロックをステップピンに与えるだけで、フルステップに総0時から16分の1マイクロステップまでの波形を生成できます。モードは MS1、MS2、MS3 のピンで設定します。今回、ステップには555タイマー IC で作る高速と微速の2種類のクロックを与え、レオナルドからは MS1、MS2、MS3 のモードを設定させて、高速とその10分の1の微速、それぞれについて、
1倍速から16倍速まで5段階のスピードをジョイスティックでコントロールできるようにします。スリープピンはプルアップされているので、リセットピンと繋いでおくとそちらもプルアップしてくれます。ステッピングモーターとの接続は図のようになります。今回はユニポーラ型ステッピングモーター、つまり図のレッドの導線が出ているステッピングモーターを、バイポーラ型のドライバーで駆動します。レッドの導線は2つのコイルにつながっていますが、H ブリッジでバイポーラ駆動されると常に中間電位なので問題ありません。DIR ピンで回転方向を指定し、イネーブルピンで通電するかどうかを決めます。これらは、ジョイスティックの角度で決定され、ジョイスティックが中間付近の時は通電を止めます。VMOT にはモーター用電源の 12V を与え、VDD はレオナルドからの 5V を与えます。通常、半固定抵抗で制限電流を設定しなければいけませんが、今回のステッピングモーターは 30mA しか流れず焼き切れるような電流ではないので、何もいじりませんでした。クロックは555タイマー IC の視聴発信回路で生成します。47マイクロファラッドのキャパシタをつなぐかどうかを NMOSFET BS170 で切り替えます。47マイクロファラッドを切ると発信周波数はおよそ10倍になって高速モードとなります。NMOSFET のゲートは 5V にクランプされているので、通常は同通でスイッチを入れると切断です。スイッチは、ジョイスティックのプッシュスイッチと、ケースのトグルスイッチとどちらでも OK です。MOSFET のゲートの抵抗とダイオードは、サージ対策です。ジョイスティックは長い導線でつなぐので念のためです。回路図全体をもう一度舐めておきます。ゲルトの DIR ピンで回転方向を指示。ファンの DIR ピンも同様。ゲルトの MS1、MS2、MS3。ファンの MS1、MS2、MS3。ゲルトのイネーブル。ファンのイネーブル。ジョイスティックからのアナログ値。ステッピングモーターの導線、ブルーとイエローの組。ピンクとオレンジの組。ゲルトも同様。スリープとリセット。555の視聴発信回路。47
217マイクロファラッドと N モスフェット。速度切り替えスイッチ。プッシュスイッチ。ユニバーサル基板に組みました。スカスカでブレッドボードと大きさは大して変わりません。電流が少なくてモバイルバッテリーがオフしてしまうので、無駄に明るく LED を点灯させました。3D プリンタでケースを作りました。速度切り替えスイッチ。持ち運べるよう、5V はモバイルバッテリーで、12V は単一電池で供給します。ジョイスティックも 3D プリンタでグリップを作りました。高速モード。スイッチを切り、微速モード。青 LED はクロックです。肉眼で見てもこの速さの点滅です。プッシュスイッチで高速モード。OK です。スケッチです。コメント行や空白行も含め179行になりました。他に公開する場所がないので概要欄に載せておきます。
次に、タイムラプスコントローラーを作ります。ジョイスティック版と同様、レオナルドの互換ボードと A4988 を使います。クロックは、レオナルドの出力ピンで廃炉をループ関数で繰り返すことで A4988 に与えます。その周期を、ディップスイッチで設定します。回転の方向と角度もディップスイッチで設定して、リセットスイッチを押した後、自動で動くようにします。テストスイッチを押すと高速で動いて、設定を確認できます。回路図にはありませんが、電源は 12V だけとして、5V は DC-DC コンバーターモジュールで作ります。パンの DIR ピンでパンの回転方向を指示。ケルトの DIR ピンでケルトの回転方向を指示。モードピンでケルトの速さを設定。タイムラプス撮影で縦方向にカメラを回転させることはあまりなさそうですが。一応、ケルトはパンに連動して1倍速または4分の1倍速で動かせるようにしました。パンは010で4分の1マイクロステップモード固定。ケルトは MS2 は1固定で MS1、MS3 を0か1かに切り替えます。これにより、パンと同じ4分の1マイクロステップか16分の1マイクロステップに切り替えます。パンのイネーブル。ケルトのイネーブル。ステップピンに与えるクロックです。残りの8ピンでディップスイッチの状態を読み取ります。これは予備です。リセットスイッチ。テストスイッチ。これはコンパクトに作りました。
できました。テストします。パンは30度片道10分左右往復40分ケルトは同速度で連動するようセットしました。テストスイッチで動作設定を確認。ケルトは水平から上方向にだけ往復する仕様です。もちろんケルトは動かさない設定も可能です。動作を始めていますが遅くて見えません。128倍速。うまくいきました。以上、3D プリンタでパンチルと電動雲台を作るパート2回路編でした。いかがだったでしょうか。